今あなたが存在してくれていることが愛されて生まれてきた証拠なのだというお話をさせてください。ここはカフェのような動画です。悩みがあるとき、行き詰まってしまったとき、ほっとしたいとき、いつでも立ち寄っていただいて、コーヒーを片手に見て聞いていただけたら幸いです。いらっしゃいませ。真白み空のカフェへようこそお越しくださいました。誰にも愛されてこなかったと感じて辛い思いを抱えていたり、私には何もないと思うとき、消えてしまいたいと思うとき、とてつもなく寂しくて叫びたくて助けてほしくて、永遠に一人取り残されたような気持ちになってしまいますよね。でもそれは幻想なのだとしたら、どういうことと思いますよね。よかったら最後まで聞いてみてください。人は一人では勝手に生まれてこれません。母親の体の中に小さな命が宿り、十月10日命をかけて守ります。それは簡単なことではありません。先が見えないような辛いつわりを経験する人もいます。水すらも口にできず入院する人もいます。その頃まだお腹は大きくなく、傍から見たら普通の人です。妊娠してますと体に書いてあるわけでもなく、名札をつけているわけでもないので、妊娠マークでも見えるところにつけていなければサボりたいだけだろうと誤解をされたり、体調の悪さを理解されないことも少なくありません。それでもお腹の中に宿った小さな小さな命を守るため、母親は戦います。投げ出してしまいたい、もうやめてしまいたいと思ってしまうほどの過酷なつわりの人もいるでしょう。精神的にも不安定になることもあります。でもやっぱり我が子に会いたくて、自分のもとへ来てくれた可愛い我が子に会いたくて、その一心で乗り越えます。つわりを乗り越えるとだんだんとお腹が大きくなり始めます。スリムだった体がどんどん変化していき、お腹が出てきます。少し怖くもなります。街行く人が小さな赤ちゃんを抱っこしているのを見ると、私もあんな風に我が子を抱ける日が来るのねと思いを馳せてみたり、小さなベビー服を見ては愛おしさがこみ上げます。それと同時に日々重くなっていくお腹。待ったなしでお腹は大きくなっていきます。普通にしてた動作がしんどくなっていきます。寝返りもうまく打てず、下に落ちたもの一つ拾うにも簡単にはいきません。期待と同時に命の重さを感じていきます。我が子に会いたい気持ちと、本当に出産できるのだろうか、そして不安がこみ上げたり、急に怖くなってみたり、そんな葛藤の日々の中、自分が転んでしまって朝起きて、なんかお腹の赤ちゃん動いてないかもと不安になった時、お腹が痛い時、
真っ先にお腹の赤ちゃんに何かあったのだろうかと思い、急いで病院に駆け込み、無事を祈る。どうかお腹の赤ちゃんが無事でありますように。先生に何もない、元気ですよ、心配ないですよと言われた時のあの安堵感、よかった。自分の命に変えても守りたいと心から思っている思いに気づく。そのうちに体型の変化なんてどうでもよくなって、ただただ無事に生まれてきてほしい、そんな祈り願いに変わっていく。いよいよ出産の時。これも人によるかもしれませんが、出産の痛みや苦しみは言葉に言い表せないほどと言います。生死をさまよう人もいます。でもきっとどんな母親もその瞬間は自分よりもこの子を救い出してほしいと本能的に思うのではないでしょうか。そんな風に命は誕生し生まれてきます。十月10日、お腹の中であなたという人が形成され、心臓が鼓動し、指が生えて、髪が生えて、人となって、その小さな命を自分の命をかけて産み落とす。そんな風にして産んでくれた人が確かに存在したのです。そんなことを愛がないのにできるでしょうか。生まれてきた後も赤ちゃんは勝手に一人では生きられません。誰かにミルクを与えてもらえなければ自分で用意することなんかできませんし、おむつだって変えることができません。温度調節、体温管理をしてもらえなければ赤ちゃんは生きていけません。今この世に生があって、この瞬間生きているということは、誰かの手によってあなたが守られてきた証拠です。母親一人でも赤ちゃんは生まれてこれません。母親と父親がいて初めて子供を授かります。父親は母親と違い、我が子を妊娠することも出産することもできません。愛情の表現方法ももしかしたら母親とは大きく違うのかもしれません。でも不器用ながらも我が子を持っていることは同じなのかもしれません。親も子供がいなければ親にはなれません。親になっても完璧ではないんですよね。もし何かの事情があって今産んでくれた母親がそばにいないとしても、父親がそばにいないとしても、あなたは間違いなく愛されて生まれてきたのです。あなたは生を受ける価値があったのです。間違いなく愛によって生まれてきたのです。人間は機械では生み出せません。このように愛の工程を通らなければ生まれてこれないからです。愛されていなかったというのは思い込みだったのです。でも愛されていないと感じてしまうあなたは悪くありません。誰も悪くないんです。そもそもいい悪いのジャッジはないんですね。良い悪いの価値観をつけてきたのは私たち人間なのです。人と関わりながら生きていくために、今まではそうしなければ生きてこれなかったからなんですね。赤ちゃんを思い浮かべてみてください。赤ちゃんはまっさらなままで生まれてきます。
お腹が空いたら泣いて、眠くなったら寝る。泣く時も寝る時も場所を選んだり、周りに気を使ったりはしません。ここで泣いたら周りに迷惑かな？ここで寝たら下に落っこちるな？と考えながら行動する赤ちゃんはいませんね。本能のまま生きています。そんな赤ちゃんだった時期から大きくなっていくにつれて、大人になっていくにつれて、いろんな経験をして自分なりの観念やデータを身につけていきます。それが自分の心から信じていること、信念となっていきます。そこで大きく傷ついた経験やショックな経験をすると、人によってはその経験から愛されていない、自分は一人だという信念になっていくのです。別な言い方をすると、思い込みが出来上がっていくのです。それでもあなたは愛されて生まれてきたのは真実なんです。もし今目の前の現実で親との関係が不仲であったとしても同じです。愛されて生まれてきました。人によっては信じられない人もいらっしゃるかもしれません。信じたくない人もいらっしゃるかもしれません。許せない気持ちがある人もいるかもしれません。でも許せない気持ちを持ってたっていいんです。その気持ちは辛い思いをしたあなたにしかわかりません。そうですよね。あなたはたくさん乗り越えてきました。人知れず涙をこらえたことも、陰で一人涙を流したこともたくさんあったはずです。あなたにはあなたにしかわからない思いがあるのかもしれません。許せないでいるのはそれだけ大好きだったからかもしれません。あの時こちらを振り返ってほしかったという思いの強さなのかもしれません。だからもし許せない気持ちがあるなら、そんな許せない気持ちがある自分を許してあげてください。そのままの自分の気持ちを受け止めてあげてください。いいんです、泣いたって。いいんです、許せなくたって。今はそんな自分の心をそのまま丸ごと許して認めてあげてください。辛かったね、ずっと泣きたかったよね、わかるよ、あなたの気持ちわかっているから。そう言って自分の心の声をとことん聞いてあげてください。自分で自分を抱きしめてあげてください。よく頑張ったね、よく乗り越えてきたね、本当にありがとう。そう言って自分で自分を褒めてあげてください。自分で自分を抱きしめてあげてください。一番に分かってほしかったのは、気づいてほしかったのは自分自身なのかもしれません。それでもやっぱり誰かの愛によってあなたが存在しています。あなたが今生きている、それがその証拠です。証です。あなただけが例外で違うなんてことはありません。ありえないんです。生まれてきてくれてありがとう。本当にありがとう。もし今そばにそう言ってくれる人がいなかったとしても、私が言います。生まれてきてくれてありがとう。あなたがそこに存在してくれていて本当によかった。あなたは生まれてきてくれただけで、呼吸をしてくれているだけでも素晴らしい存在なのです。愛と光の存在なのです。愛、
そのものなのです。唯一無二の存在なのです。それが真実です。命として誕生していること、それはもう奇跡であり、無限の可能性があるのです。あなたの心は自由です。あなたの人生も自由です。あなたの選択も自由です。せっかくの命を、人生を、これからはご自分のために生きてください。楽しんでください。味わってください。めでてください。今ここにある奇跡を受け取ってください。それを受け入れられたとき、きっと人生の見える景色が変わっていきます。なぜそう生きれるかも今後またお伝えしていきます。カミカミでとてもお聞き苦しかったかもしれません。最後まで見て聞いてくださりありがとうございました。少しでも愛と光が必要なところへ届きますように。また心が沈んだ時、ほっとしたくなった時、お茶をしにこのカフェに立ち寄ってくださいね。いつでもお待ちしております。今日もいい日だよ。幸せ様です。愛と感謝を込めて、真っ白みそらでした。いってらっしゃい。またね。